2024年1月1日午後4時10分、石川県能登半島の北東42キロ珠洲市付近を震源地としてマグニチュード 7.6、 最大震度7の大地震が発生しました。海底変動により日本海沿岸の複数地点で津波が観測され、道路交通網は寸断、1万棟以上の住宅が全壊半壊したほか、多くの建物に被害が出ました。建築家坂茂、工業用の歯間を建築材として使うという革新的な発想で従来の建築素材に対する常識を覆し、世界中で高い評価を受ける。自らの建築哲学に基づき、世界中の被災地、紛争地域で極限の状況下にいる人々の居住空間の尊厳を追い求めてきた。建築家として40年にわたる道のりの中で数々の国際的な賞を受賞した今も、建築が社会に果たす役割を問い続けている。珠洲市内の海辺で旅館を営んでいた田崎さん。津波の被害をかろうじて免れた小さな庭で、今は菜園の手入れをするのが日課です。自宅と旅館は地震で全壊しました。その日、田崎さんの自宅にはお正月を過ごすために家族全員が集まっていました。ちょうど孫の料理作ろうとも厨房にいたんですよ。シンクに血がみついて。午後4時、孫たちにごちそうを振る舞おうと厨房に立っていた田崎さんは突然激しい揺れに襲われます。わしら住んでたとこ後ろの田んぼの中へひっくり返って、とっさに今の家族たちに「こたつに入れ」と叫び、この判断により全壊した家の中で奇跡的に家族全員が命を取り留めたのです。珠洲市の名所見附島。かつて田崎さんの旅館はこの島を訪れる人々でにぎわっていました。しかし大規模な地震が続いたことに加え、台風の被害も重なり、島に祀られていた社は壊れ、見附島の姿そのものが変わってしまいました。
別に特別なことをやってるわけじゃなくて、医者が被災地や戦地行って患者さんを当然治療するわけで、建築家は住環境で困ってる人がいればそのお手伝いをする。ですから別に医者が被災地行って医療活動してって特別なことじゃないじゃないですか。それと同じで建築家は別にそこ行ってすごく被災地行って特別な感情で言ってるわけじゃなくて、もう当たり前のこととしてやってるだけなんで、もちろんその世界中の被災地っていうとそれぞれよりひどかったりいろいろありますけど、でももうそれはもう別に冷静にただ自分の責任を果たすだけなんで、今回巷だったのはやっぱ道路のが寸断されていて、例えば仮設住宅作る時にも職人さんが金沢の方から車でやってこなきゃいけなくて、道路が寸断されてたんで、こちらまで来るのに3時間も4時間もかかって、で往復6時間かかると現地の作業の時間がすごく短くなってしまうんですよね。それと現地で水も電気も出なかったんで滞在するところがないんで、みんな通わざるを得なかったんで、それで他の地震よりは復興が遅れましたね、今回の場合。それが一番他の日本での他の地震と比べて能登が特にひどかった。復興がそういうふうに道路寸断されて止まるとこがないというので、僕はこの防災庁の準備委員やっててですね、そこでも言ってるのは住み心地が悪い仮設住宅をバーって作るんですけどね、それはまず被災者の方に使ってもらうんじゃなくて、そういう職人さんとか作業員の人たちに使ってもらって、それでなるべく早く解体したり復興したりで、避難所の居心地が今悪すぎるんでね、避難所の環境をもっと良くしたら我々の仮設住宅3ヶ月でできるんでね、1ヶ月だけでプレハブ住宅は入ってから皆さん苦労しちゃうし、2年間出なきゃいけない。だからそういうものはもう職人さんたちに使ってもらって、早く家の解体や復興して、でより環境のいい避難所で少し我慢していただいて、我々が作るような居心地のいい高級的に住める仮設住宅に3ヶ月後入ってもらうという方がいいんじゃないかということを今防災庁の準備委員会でも言ってるんですけどね。ですから極端な話で言うと、もう仮設住宅をなくすと、あれは例えば30平米で1500万ぐらい使って2年間でまたゴミ作るわけですからね、非常に無駄なんですよね。それでいて住み心地が悪い。だからもうこれからは仮設住宅作らないと、仮設住宅は作業員のための作って、で被災者の方は3ヶ月経てばもうきちっとした木造の家に住めるというような方法に変えていった方がいいんじゃないかと考えてますね。この右側がうちで作った高級仮設住宅です。でこれが集会場です。で集めた瓦が上に引かれてる集会場です。こんにちは、すみません、お世話になります。バンです。お父さん、バンさんです。ここを設計させていただいたバンと申します。お世話になります。ありがとうございます。ちょっと中見せていただいていいですか。ずっとここにいたい感じ。じゃあ入れていただけるんですよ。高級的に入れるように作ってありますから、出なくていいんです、ここは。だけどできればもう少し広くしたいなと思ってるんですよね、一軒一軒を。一人の人も結構いるからね。これ外せるの？こうやって切ります。部分的に扉作ったりして抜けれますんで。まず大学をアメリカで卒業して日本に帰ってきて、
仕事を始めて、最初は実務経験もなく始めたんで実務を学ぶので精一杯だったんですけど、10年ぐらいしてやっと少し落ち着いて周りが見えるようになった時に、なんだ我々建築家っていうのはあまり社会の役に立ってないんだっていうことに気がついたんですね。それはどういうことかというと、我々のお施主さんクライアントっていうのはほとんどある意味では特権階級だからなんです。それは歴史的に見ても同じことなんですけどね。ある意味では政治力とか、財力を持った人が政治力も財力も目に見えないので、それを社会に示すために我々建築家を雇いモニュメンタルな建築を作り、自分の力を社会に見せる、そういうお手伝いを建築家っていうのは歴史的に見てもやってきたわけです。でそのモニュメントを作るのが、素晴らしい建築が街にたくさんできることはいいことだと思うんですけど、でもそういう特権階級のだけの仕事をしていることにだんだん虚しさを感じ始めて、もう少し自分の経験とか知識を一般大衆とか、あるいは災害で家を失った人たちのために使えないかなと思ったんですね。特に地震があった後に、地震で人が死ぬわけでもなく、結局建築が崩れて人が死ぬわけで、怪我したり死んだりするわけで、それは建築家の責任にもかかわらず、また地震で町が復興する時に僕らのところに仕事がまた来るわけですよ。ですから自分たちの責任で人が怪我したり亡くなったりするのにかかわらず、地震があるとまた仕事が来る。割と矛盾してるんですね。だけど町が復興する前に避難所とか仮設住宅という非常に環境の悪い住環境の非常に貧しいところで皆さん我慢しなきゃいけないんですよ。でそれを改善するのも我々建築家の責任じゃないかなと思って始めたんです。建築が社会の中で全ての人々に何を還元できるのか。被災地での活動を通して建築家としての役割を追求し続ける坂さん。静かに語られるその言葉の奥には、暮らしを営むすべての人々への深い眼差しがありました。尽きることのない建築家としての使命、その原動力とは何か。後編へと続きます。